その授業を受けてもらって、うんあ、もうこの授業いらないって思ってもらえたら嬉しいもん。ゲン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 。うん。ゲンゲンは、なんか座右の銘として、勉強はコスパ最強の遊びだって言ってると思うんだよね。座右の銘。まあ確かに座右の銘か。そこに付随してちょっと気になったんが、うん。コスパが最強の勉強って何なんだろうって思って。ほう。まあでも、独学が一番効率いいんだよね。本当に独学が一番いい。だって、参考書読みながら、うん、自分の分からないところは、うん、重点的に勉強して、あ、ここ分かるなと思ったら飛ばせるわけじゃん。自分に一番最適化されてるわけだよね、独学って。やっぱその、授業とかっていう風になると、最大多数が、こう満足するような内容っていうのを目指す結果、パーソナライズはされてないわけよ。はい。だからこそ、その自分に一番合った勉強ができるっていうのが独学だから、独学が一番効率いいよね。なるほど。でもまあ、万人には通用しないというか、教えてもらわないと、例えば参考書だけだったら、わからないところがあったりする人もいるから。いや、それが本当にそうで、だって俺講座取ってるじゃん、めっちゃ。独学が一番いいとか言いながら講座めっちゃ取ってるわけじゃん。だから、授業には、そこに意義があると思ってて、最終ゴールが独学なわけよ。独学のための授業っていう位置づけだと思うのね。独学の効率を最大化するために、授業でしっかりと全体像を抑えようとか、そのために授業があると思うんだよね。初めから何にもわかんない分野で、独学開始したら、なんか自分の中で体系も何もできてないし、読んでっても、すごい時間かかると思うんだよね。そうだね。やっぱりその、勉強にはインプットとアウトプットあるわけじゃん。最初のインプットって、その、まあ、アウトプットが大事っていうふうには言われてるけど、インプットの精度も、やっぱりこうバカにならないわけよ。その最初のいかに正しいインプットをして、そのアウトプットの質を高めていくかっていうところが重要なのにおいて、全くわかんない分野を自分で一からね、全体像っていうのをなんとなく把握しながらインプットしていくっていうのは難しいわけよ。どうしてもその教科書なんて毎ページ毎ページ大事な情報が無限に載ってるわけだから、その情報たちを自分の中で地図として描く。これが大事な情報。で、これがサブの情報として載ってるみたいな、そういう体系的な理解。結局この問題において重要なのは何なんだろうとかっていうのも含めて、それを自分の中で一から構築していくのって相当大変。っていうか無理。そこを補ってくれるのが授業だと思うんだよね。その授業は、まあもちろん、教科書をベースに進めていくわけだけど、その中で、じゃあ何が、ね、重要なのかっていう濃淡をつけてくれたりとか、やっぱその文字ベースで読んでいくより、口頭の方がさ、その情報の伝達スピード圧倒的に速いわけじゃん。だからたくさんのいろんな情報っていうのを浴びせることができるわけで、その中で大事な考え方だったりっていうところを自分より圧倒的に詳しい先生に、その思考プロセスっていうのをもう全部教えてくれるわけじゃん。これほど効率のいいインプットってないよね。だからそのインプットをしていく中で、あ、こういう全体像なんだなっていう、ある程度マップができる。あとはそれに沿って独学していく。これが一番大事だと思うんだよね。なるほど。そう。だから授業を受けて、それで終わりって言ったら、本当に意味ない。やっぱどうしても、本だと、回答とか書いてても、納得できないというか、ここのロジックどうなってんねんみたいなのが、どうしても出てきてしまうと思うんやけど、それちょっと独学やったら難しいんかなっていう。そうだね。だから、独学の定義が違うと思ってて、なるほど。俺の言う独学っていうのは、授業を受けて参考書を使うわけじゃん。教科書というかテキスト。そのテキストをしっかりと自分の血肉にする。しっかりと復習して、そのテキストを自分のものにしていくっていうところが独学なんだよね。なるほど。そう。だから、もう全く新しい教科書をやるっていうのは、全然いいと思うんだけど、だって、授業を受けてさ、テキストがあって、なんでわざわざ別のテキストでやんのって感じじゃない？まあ。ね。それ深めていけばいいじゃんっていうふうには思って、まあもちろん、他の、なんて言うんだろう、問題演習のために手出していいと思うよ。ただそれは、自分の今手元にあるテキストっていうのをちゃんと理解した上で手を出さないと、それはわかんないところ出てくるだろうし、そんなん別に初学と一緒じゃん。
そこ理解してないんだったら。だからちゃんと納得できないところがたくさん、その独学っていうか新しい参考書であるんだとしたら、それはすなわち自分の授業、テキストの部分の理解が足りてないっていう証拠でもあるし、もし本当にテキストに書いてあることを理解した上で、全然わかんないんだとしたら、ちょっとね、テキストが悪いかも。それか先生が悪いかな。その先生にもいろんなタイプいるわけじゃん。もう世の中にはたくさんいますよ。ね。だからそこの中で、とりあえず教科書を丸読みするだけとか。問題解説するときも、この問題こうやったら解けます。解けるようにしといてね。だけとか。意味ないからね。大事なのは、そのテキストに読んでもわからないような、ここが大事だよとか。全体像こうなってるよっていうのを、やっぱ文字ベースじゃなくて口頭ベースだからこそ、すごい速さでいろんな情報だったりっていうのを提供することができる。そのプラスアルファの情報によって独学が効率化される。これこそが大事なことだと思うから、そういった授業が逆にできていないんだとしたら、ちょっと、あんま授業受ける意味ないんじゃないかなって思うね。その玄の中にその独学じゃないっていうのは、自分で復習したりしずに、ずっと教わってるだけみたいな状態。受動的な状態っていうのは良くなくて、やっぱ授業を受けてるだけだったら、それこそアウトプットが足りないと思うし、インプットばっかしてても。だからそういう中で、それを血肉にするための、復習だったりとか、っていうところが全部独学っていう、俺の認識かな。なるほどね。血肉にする方法、なんか人によっては、その効率が悪いことがあるとは思ってて、勉強法自体を家庭教師とか、直接その勉強を見てもらう人に、これ今の方法で合ってますかねみたいなのは、ちょっと自信がない人とかはいっぱいいると思うけどね。いると思う。これ一つ言えることは、その問題をちゃんと、思考プロセスベースで解説できるようになれば、その勉強法は合ってる。なるほど。例えば、簡単な4択問題でもそう。その4択問題正解い、丸。それに意味はなくて、なぜいを選べたのか、そこはちゃんと説明できるようになればいいわけよ。数学でもそう。この問題をちゃんと、適切な解法を選べる。なんでその解法を選んだのっていうところが説明できるようになってれば、もうそれはもう満点、100点満点の勉強法だと思っていて、手前味噌になるけど、俺の数学の講義とかは問題ベースなんだよ、全部。テキストっていうよりかはもう問題があって、この問題を解くためにこういう考え方を入れましょう。で、こういう風にやればこの問題解けるようになったよねっていう問題ベースで授業が進んでいくんだけど、だからその復習するときは、この問題を見たときに、どういったことを想起できるのか、どういう思考プロセスでこの問題が解けるのかっていうことを一個復習してもらえれば、もうそれでバッチリなんだよね。じゃあちなみに、その、玄は高3の時に、もうほとんど授業を受けてなかったみたいな話を聞いたことがあるけど、それはもうその独学に切り替えてた。そう。正直、特待制度で、ただで受けようと思えば受けられてたのよ。授業ね。で、実際最初のちょっとだけ英語とか、あと漢文とか、行ったりはしたんだけど、もう、いかんせんある程度体系だって理解できてるから、その、例えば1時間の授業があったとしても、基本もう45分分ぐらいは、なんかもう新しい情報ないわけよ。これは復習だな、みたいな。で、残り15分。その15分間、新しい情報があったとしても、これ自分でやった方が早いなって思った。45分やっぱ分かる情報、聞いてても、苦痛だし、別に15分の分なんて、もうある程度体系だって理解できて全体像を抑えられてるなら、自分でその合間合間に新しい情報っていうのを埋め込んでいけばいいわけで、そういう意味で、途中からやっぱこれ独学の方が今効率いいわっていうふうに思ってたね。ただ一応高3の時、授業取ってはいたのね。それは相対性理論とか線形代数とか大学のそう大学で学ぶ内容の授業がなんか開講されてて、なんか、暇だし取るかみたいないやそれもね、やっぱりスタートダッシュが早かったから俺は。その東大の受験生が試験本番、受けた試験全く同じものを1年前のみんなが解いてみようみたいな、
だから高2の終わりに、まあ、受ける同日模試ってやつでも、まあ、理3の合格点プラス何十点ぐらいかな。なんかそれぐらい取って、今受けても受かるんだ、みたいな感覚だったから、だからまあそういった、言ってしまえば、気分転換みたいなこともね、できたわけなんだけど。一人でやるか、友達と一緒にやるかみたいなあれだと、周りに勉強してるやつがいてくれた方が俺も頑張らなってなる。なるほどね。キンキンのさ、その難関資格とかって、本当に時間的制約もうギリギリだったのよ。だから、そんなことも言ってらんないなっていう焦りがあったんだよね。だから大学入試も期間があるわけじゃん。焦ってほしいけど、まあ現実的にそれが難しい場合は、ちゃんと真面目に勉強してくれる友達と一緒にやるっていうのはありかな。その話しちゃうじゃん。友達と例えばファミレス行ってやろうぜって、よく見る光景だと思うけど、話してる場面めっちゃ見るけどね。まあねあれ良くない自習室とか図書館とかも話せないっていう環境に行くんだったらいいかなって思うけどね。まあ一般人目線で言うとやっぱ一人でその突き詰め続けるっていうのがハードル高く感じるというか、そうだと思う。だからそれ難しいなって思ってるうちはちゃんと授業を取って、その人に教えてもらいながら全体像っていうのを抑えていく。だからそこで、自分は独り立ちできるじゃんって思ってから独学を始めればいいと思うし、あと別に独学っていうのは、その授業の復習も含むから。せっかく授業を受けたなら、それを受けっぱなしにしないっていうのはもう徹底してほしいね。独学への切り替えるタイミングみたいなのは見極められるようにしたら。そう、だからさ、俺めっちゃ授業取ってるじゃん。その授業を受けてもらって、もうこの授業いらないって思ってもらえたら嬉しいもん。要はもうその思考プロセスっていうのが、もう受験生にインプットされて、あとはどんな問題見たとしても自分でその思考プロセス辿りながらやっていけば、自分でできるなって思ってもらえたら、それめっちゃ嬉しいよね。わかりやすい授業したんだなっていうことになるから。まあ確かに。ね。だからもう、旅立ってほしい。生徒たちには。河野先生の授業もういらないわって思ってもらえたら、じゃあそれはもう本当に授業の甲斐があったなと、授業の価値があるんだなっていうふうに、まあそれの裏返しでもあるから、まあそういった授業を今後も取っていきたいね。